和室から洋室への比較的簡単なリフォームのはずが、なぜかめっちゃ壊すことに。その原因は大量に湧いたシロアリだけじゃなかった。今回は一番心配な床下を直します。怪しい箱があるな。ドラクエっぽい。床のパネル材を外していきます。飲み込んどるな。こっちから外そうか。大引が姿を現しました。あ、抜けるわ。ライトちょうだい。これ外せないね。壁の奥で床のパネルが固定されています。外したいな。なんとか。うわ、壁来るな。強引に引っ張ると壁がくっついてきてしまいます。壁来ちゃうね。下にビス売ってるんだよね、全部。家ごと揺れるな。釘がどの位置にあるかわからないので、手当たり次第マルチツールを差し込みます。この B が何の B かわからんもんな。釘以外の頑丈な何かが当たっているようです。切れるわけね。壁際の床パネル1枚外すのに結構な時間がかかります。シロアリ被害がわかる前は、これらの床のパネルは外さずにこのまま残す予定でした。大引の交換が必要と分かった今、これらのパネルも撤去するべきかどうか悩みます。当初の予定にはなかった収納と天井の工事を行うことになり、さらに床もすべてをやり替えるとなると、工期や予算の大幅な見直しが必要になってしまいます。被害が少ないといいのですが、多少のシロアリ被害があっても、大引としての役割を果たせるものもあります。これと、まあ生きてるから、こっからもうこの一軒だけにしよっか。変えるのは。もう切れないもんね。うん。なんか落ちたね、今。シロアリ被害とは関係ない部分も怪しい箇所があります。ダメだ。こちらの大引は1本丸ごと交換することにします。本当は全部パネルを撤去して大引も塚も石もすべて交換したいところです。ですが床を盛大に壊すと壁まで影響が出る可能性が高いので、思い切って壊すことができません。床のパネルが想像以上にしっかりしており、
その都度取り外すのが意外と手間に感じます。売ってある。在来工法であれば簡単に直せることも、軽量鉄骨の今回の家は未知な部分が多すぎて、判断が難しいところです。大引きをすべてやり替えるか判断するため、レーザーで床の水平を確認する必要があります。4寸3分5厘。めちゃくちゃ低い。ちょっと極端だね。こっちも取るわ、やっぱり。サッシ部分だけが極端に水平が悪いようです。もともとの基礎の高さに問題があったようで、サッシが傾いた状態で取り付けてあります。なんだろうね。そんなサクサクしてる。お菓子みたいだね。うん。なんかモルタル調整したっぽいね。どうやら新たな問題が浮上してきたようです。言っちゃうね。ここは出入り口なので水平に作りたいところですが、2寸4分と2寸2分。待てよ。インプラス入らなくなる。レベル調整するとサッシが入らんくなるんか。単純に床を水平に作ることができなくなりました。不安要素を残したまま作業を続けることにします。新しい大引きを土台と接合させようと思ったのですが、さらに新たな問題が出てきました。マジか、もうダメだ。それも変えなあかん？いや、もう無理。これってさ、向こうの土台なんだけどさ、これ値段、向こうの部屋落ちちゃうよな。取ったらね。基礎と土台の隙間に挟んであったベニヤが腐り、土台が落ちていました。このままでは隣の部屋の床まで沈んでしまいます。なんかすごい嫌な仕事するね、これ。根だと土台の隙間にもベニヤをかませてあります。シロアリに食われた大引きを直すためにグラグラの土台を直します。いけそう。置いてるだけなのね。アンカー入ってない。やるな。パッキン行ってなんか調整するわ。はい。リフォームしてみて初めて見えない箇所の欠陥や不具合がわかることは多いです。知らない方が平和だったんじゃないかと複雑な気持ちになることが時々あります。実はこんなこともあろうかとあらかじめ基礎パッキンを用意していました。動かなくなった。中身ないね。怖っ。10センチいこうな。あかんか、こんなところですぐ切ったな。既存の大引きを部分的にカットし、新しい大引きを継ぎ合わせます。
色に寸5厘。6色に寸8分5厘。木の癖を見ています。大引きは設置した時に少し真ん中が垂れるように使います。この大引きはあまりきれいに製材されておらず、若干のひねりがあります。そのため、丸ノコのベースをぴったりつけてカットしても、表からの切り込みと裏からの切り込みがぴったり合わないことがあります。こういった作業は手のこが上手な人の方がきれいに仕事ができるとカズさんは言っていました。587。基礎パッキンの上に乗る部分を 1、2 ミリ削って大引きを水平に取り付けます。180やな。180でこう引きは。次は大引きを1本丸ごと交換します。基礎が少し不安なので大引きの受け材も新しく取り替えます。木造だと土台で支えることができるのですが、こちらの家の構造は外周部には木の土台がありません。よってこのように大引きを受ける材を基礎に直接取り付けます。185。これをポン。これ182。素敵。182。お、素敵。鉄骨の錆びたところにはボンドが効かないので表面を少し削ります。大引きにひねりがあり、下刃が少し浮いてしまうので、ビスで押さえつけます。ボンドが固まるまでにこれをやらないと、大引きが浮いてきてしまうそうです。まっすぐでないものを相手に仕事をするリフォームでは、このような調整を積み重ねながら、最終的にまっすぐなものを目指していきます。待てよ。お次は後回しにしていたサッシ回り。レベル調整するとサッシが入らんくなるんか。
極端に下がっている床レベルを調整しようと思ったのですが、わ。最悪。基礎が砕けました。最悪です。なんかな、これ切るわ。一難去ってまた一難。直そうとすればするほど想定外のことが起きます。触らぬ神にたたりなしとはよく言いますが、施工中、ついその言葉が頭にちらついてしまうこともあります。すべてやり替えればよかったでしょうか。すべて壊してしまえば作業量は増えますが、考えることは減ります。どうせならドマコンも打ちたいし、使い石も変えたい。上げ出したらキリがありません。73と67、6ミリの差があって、左右で6ミリ以上の差があるので、床を完全に水平に直してしまうと、床材がサッシのアングルにはまらなくなってしまいます。ここに近づけたい。できるだけ水平の床を作りたいところです。182やな。発注済みの内窓も収まるようにしなければ。下げたいんだよね。182なんだけど、185ぐらいにすればちょっとよく近づくよねっていう話をしてた。一応さ、まあ床側で調整できるもんね。3ミリなら。うん。6ミリはちょっと偉いな。部屋の隅の部分だけ3ミリ低くなるようにして、残り3ミリは手前側で 1.5 ミリ下げ、隅の床板を 1.5 ミリ削り、微調整することにします。基礎が脆い箇所があるので、コンクリートビスが効くかヒヤヒヤします。そして実はもう一箇所難関が残っていました。ここが沈んでるの分かる？はい。あ、はいはい。どこに釘固定してあるかわからず、床パネルをめくるのに苦戦しています。なぜかここだけは外すことができません。下からビスで留めとるね。なんでだろう。土台と床のパネルがビスで固定してありました。こっから向こうが大工さんが入っとるから、廊下直したとかでしょ。うん。これで下から斜めビスで留めとったんだよ。ここがふわふわするから。うん。だけど、多分こっちはその時、要は直せんかったんじゃないかな。この家のシロアリ被害はいつ始まったのでしょうか。この襖の向こうにある玄関廊下の床を
過去にリフォームしたらしいのですが、結構下がっとるな、これな。きっと玄関側からこの右側の土台を直したのだろうと思われます。こちらの部屋は直す時間がなかったのか、直したくても直せなかったのか、おお。土台の向こう側は玄関タイルです。玄関タイルが壊れる可能性があるので、床のパネルは外さずに作業します。ここにパッキンをかましてくれ。うちパッキン率高くね。こっちだね。パッキンちょうだい。ここいくつ180。奥は181。じゃあ181に設定するわ。ここら辺でいいところで見てみて。125。おお、いいね。ちょっとウレタンボンド持ってきてもらえる？ちっちゃいやつが欲しいわ。無理やわ、こんなでかいの。マジで。カズさんがウレタンボンドを使うときは、だいたい文句を言っています。外も暗くなりましたが、ほぼ休憩なしでずっとこんなことをしています。私も疲れてきました。ボンドの色は真っ白ですが、会社はブラックですね。冗談はさておき、なんとか土台が交換できました。これで床が下がることはありません。次は構成図鑑を入れて床のレベルを全体的に調整します。使い石ってそんなんでいいの？これうん。中にコンクリート詰まっとるから、うん。十分強度あります。下手にこう変えて新しい使い石があると、かえって今まで何十年も座りがいいやつを掘ってまたやるわけだから、かえって弱くなっちゃう。でそのまま使うってことね。そのまま使った方が丈夫です。それ何やってんの？これはペンキ剥がすやつなんだけど、汚れを取らないとボンドくっつかないから、あこれは結構重要。リフォームの間は特にね。わざとサンダーで切り込みを入れるっていうのも一つの方法だね。あ。昔はそうやってやった。なんとか1日で床下の作業が終わりました。パネルを元に戻します。ここが飛び出とるね。こんだけ上げたってことだ。
新しく入れた材料を中心にシロアリ消毒液を散布します。なんとか1日で床を直しました。ビスはブラックなやつを使いました。パネルを大引きに固定させます。なんとか部分的な床の改修にとどめることができ、大引きも補修し、床のレベルも調整しました。床下の修繕が終わり、思いのほか丈夫な床ができました。次回は床を一気に仕上げていきます。さて、順調に工事は進むのでしょうか。一発目これは。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。